はい、皆様、こんにちは。有限会社 iTech インターナショナルシニアコンサルタントの細川です。今回からシリーズで品質工学による技術開発と題して、YouTube の配信をしていきます。今回がその1、第1回目ということで、手法から技法、そして仕組みへというタイトルでプレゼンをいたします。よろしくお願いいたします。今回の内容ですけども、まず競争軸の変化についてお話をします。次に手法から技法、そして仕組みへと。で、次回、第2回目ですね。では、ロバストパラメータ設計とはについてお話をしていきます。まず、競争軸の変化ですけども、今の時代、事業を成長させるためには、お客様の期待を超える製品を実現する必要がございます。かつてはですね、横並び競争でも事業を成長させることができましたが、今の時代、それは難しくなっています。では、お客様の期待を超えるとはどういうものか。それについて世界的に有名なカノモデルを使って説明していきたいと思います。カノモデルでは3つの品質があるというふうに定義されております。まず1つ目が一元的品質。これは充足度が上がれば上がるほどお客様の満足度が上がっていく。例えば自動車の燃費がそうですよね。燃費は良ければいいほどお客様の満足度が上がっていく。この一元的品質でお客様の期待を超えていく。これが一つです。例えばハイブリッドエンジンとかスカイアクティブエンジンがこれに当たりますね。で、複写プリンターの例で言いますと、印刷速度も一元的品質。1分間に何枚印刷できるか。これは多ければ多いほどお客様の満足度は上がる。つまり印刷速度が速ければ速いほどお客様の満足度は上がる。こういった一元的品質はいわゆる性能と呼ばれています。そしてカタログにスペックとして記載される。もう一つの方法が魅力的品質の実現。魅力的品質っていうのは充足されなくてもお客様の文句はない。だけど充足されるとお客様の満足度が急上昇する。例えばかつてのソニーのウォークマンなんかがそうですね。ウォークマンが出る前までは音楽というのは家の中で聴くのが当たり前でした。そんなような時代に外で歩きながら、あるいは運動しながら、高音質の音楽がなんで聴けないんだ。こんなようなクレームは存在しなかったわけです。ところがそれが実現できるとお客様の満足度が急上昇する。こういったものですね。で、もう一つ真ん中にあるのが当たり前品質。これは充足度が上がってもお客様の満足度は上がってこない。例えばジャム率、用紙詰まり率ですね。年に1回用紙が詰まってた。これを2年に1回にしても、それほどお客様満足度は上がらない。もちろん技術的には非常に難易度は高いですけど、実現は大変です。だけど満足度は上がらない。ただし、1日1回ジャムる、用紙詰まりが起きるとなると、大抵はクレームになってしまう。そのクレームになってしまう限界点を機能限界というふうに定義します。で、機能限界まではマージンが存在するとですね。こういったものを当たり前品質というふうに呼んでいます。で、これがいわゆるロバストネス、頑強性に相当します。で、この一元的品質と当たり前品質というのは多くの場合トレードオフするんですね。例えば、用紙の印刷速度、複写プリンターにおける用紙の印刷速度、これ高めることは実は簡単です。モーターの設定を変えて用紙を早く動かせばいい。ただし、用紙の挙動が不安定になりますので、一元的品質を高める、つまりスピードを上げれば上げるほど、ジャム率までのマージン、ジャム発生までのマージンが狭くなる。毎日発生してしまうまでの機能限界までのマージンがどんどん狭くなっていく。こういうトレードオフ関係があるんですね。もう一方、魅力的品質。先ほど話したウォークマンの場合は、規格のブレイクスルーですから、当たり前品質とのトレードオフはないはずですけども、もし魅力的品質を技術的なブレイクスルーで実現するとしたら、おそらく多くの場合、当たり前品質とトレードオフになるかなと思います。従いまして、一元的品質でお客様の期待を超える、あるいは技術的なブレイクスルーで魅力的な品質を実現する。この場合はやはり、その大前提として当たり前品質のマージン、機能限界までのマージン、これを十分確保しておく。これが大前提になってくるんですね。これによって初めて感動品質を実現することができるというようなケースが多い。
さらに言えばですね、用紙搬送について言いますと、お客様は薄い紙から厚い紙までいろんな紙を使いたいわけです。こうやっていろんな紙を使う。そうしますと、このマージンはさらに狭くなっていく。で、薄い紙でも厚い紙でも、つまりお客様がいろんな使い方をしても、あるいは長期間使っても、用紙を搬送するという機能をできるだけ安定に維持したい。その改善を実施するのが品質工学の代表的な手法であるパラメータ設計ですね。はい。以上がお客様の期待を超えるについての説明になります。ポイントは、お客様の期待を超えるためには、結局のところ当たり前品質である機能限界までのマージン、つまりロバスト性確保が大事ですよということになります。こちらのチャートはですね、いろんな手法、技法をものづくりのいろんなステップに対応させた俯瞰図になります。歴史的に言いますと、戦後間もなくですね、日本の製造現場での製造現場で作られる製品のばらつきが非常に大きかった。そこに統計的手法とか品質管理の考え方を持ち込んで、デミングさんとか米国から招聘してですね、これが大成功したわけです。非常に安定生産が可能になった。さらに市場で様々な使い方しても壊れない、安定に機能する。これを目指して、先ほど説明したパラメータ設計、品質工学ですね。あるいは SQC とか信頼性工学、信頼性評価。これらが有効活用されて、市場で壊れないという意味でのダントツ品質を実現して、ジャパンアズナンバーワンと言われたわけです。それが1980年代とかですね。今の時代、もちろん市場で機能を維持する。これは今でも大事です。変わりません。ただ、先ほど話したように、それだけでは事業を成長させることができなくなってきている。したがってお客様の期待を超える、そんなボイスオブカスタマーを実現するために、新規の技術の開発が極めて重要になってきています。そういった新規の技術を開発するための様々な技法がここに挙げられています。ロバストパラメータ設計、機能性評価 CST 法。CST 法は品質工学の最新技法です。その他トゥリーズとか、自分たちの技術を歓迎してくれる市場とボイスオブカスタマーを発送するための福原流 QFD 等々、これらが有効活用されてくるような時代になってきました。で、今シリーズでは、これらの技術開発の場面で使われる技法、そしてその技法を活用した仕組みについてお話をしていきます。で、これらの技法ですね、単独で使うよりも仕組みの中で使った方が実は効果を最大化できるというものなんですね。そんな話もしていきたいと思います。じゃあ手法って何なのというと、例えば統計的な手法の代表例である単回帰分析なんかは手法と言えるわけです。例えばですね、こういう観光体を駆動するギアとモーターからなるモジュールが存在します。で、この負荷側ですね、観光体側の負荷が増えれば増えるほど、このギアへのその荷重が増えますので、摩耗速度が速くなる。したがって、このトルクが増えれば増えるほど摩耗速度が速くなるという明らかな因果関係がある。そんなような場合に、回帰分析をやって、モデル式を作って、分散分析をやって、ピーチを求めるというようなことをやるわけですね。で、これら手法はですね、正しい手順で正しい答えを得る。そういったものです。そしてツール化も可能です。ボタンを押せば答えが出る。みたいなことも可能です。誰が実施しても同じ結果になる。間違いない手順でやればですけども。で、知識だけで業務活用できますよと。で、その有効な場面はもちろん技術開発段階でも有効ですし、製品設計段階以降、量産現場でも有効です。で、これら手法は、個々の技術者が日常管理の中で活用するものだというふうに言えるかなと思います。従いまして、日常管理によるマネジメントの中で、個々の技術者が自律的に使っていくものと言えます。じゃあ、技法は何か。品質工学の代表的な技法である機能性評価をここで挙げています。ボールペンの目的機能は何かと言われてもパッと出てこない。教科書にも書いてないですよね。ただ枠組みだけは与えられています。目的機能っていうのは、その出力 Y はお客様が欲しいものの代用特性ですよと。そして出力 Y、計測特性 Y の値を変える入力が存在するはずですよ。
その入出力関係は多くの場合、y イコールベータ m、原点を通る一次式で表現できます。そして、この y イコールベータ m、入出力関係が様々なノイズ因子によって乱れるんですよ。こういったものを考えましょうというのが機能性評価。で、ここでは発想や工夫が必要です。工夫というのは、目的機能が定義できたとしても計測できない場合が多い。そうすると計測の工夫が必要になる。そしてこれもちろんツール化はできません。で、人によって結果が異なります。知識だけですぐに活用することは難しいです。で、正しい結果というものはもう存在せず、役立つ結果を得ることが目的と言えます。で、活用場面は主に技術開発段階。で、こういった発想を伴うような技法は、タイトなスケジュールが組まれている製品設計段階以降ではなかなか使えないんですね。やはり時間的に余裕のある技術開発段階で機能性評価を実施する、あるいは発想する。そしてまた一人で考えてもなかなか発想できないので、チームワークも大事。そして大きな課題達成のための方針管理によるマネジメントの中で使われることが多い。で、評価方法として確立した後は、製品設計段階の日常管理の中でも使われたりすることもあります。じゃあ、仕組みとは何かなんですけども、各技法を融合して現状を打破するプロセスと言えるかなと思います。その目的は PDSA を効果的に回すこと。PDSA とは、まずプランで技術開発のプロセスを設計する。あるいは詳細の実験計画を立案する。で、この時に創造性と効率性を必ず両立させることがポイントです。そして立案した計画、あるいはプロセスに基づいて実施する。実施することによって技術情報を得る。ですね。新しい技術情報を得るわけです。そして得た技術情報から学ぶということがまた大事です。この学ぶとは何かというと、技術開発のプロセスを設計したり、あるいは後ほど述べるロバストパラメータデザイン、ロバストパラメータ設計を実施することで、必ずロバストネスと当たり前品質と性能の改善効果が得られる。その改善効果のメカニズムを把握することが大事ですね。そして技術を蓄積していく。もちろん目標達成度も評価する。そして発想と意思決定。発想というのは学んだ内容を有効活用して新たな技術手段、構造とか工法とかですね、を考案すること。あるいは技術開発テーマの継続可否を判断する。こういう PDSA を回す、そういったプロセス、それが仕組みですよと。次回、第2回目に、ロバストパラメータ設計を使った仕組みについてお話をします。今日はここまでとしたいと思います。ありがとうございました。